皆さんこんにちは、さくらんです。今回はビッグビッグオンのブリッツ2コントローラーを紹介したいと思います。ポーリングレートが 2000Hz、フルメカニカルボタンということで大きな話題を呼んだビッグビッグオンブリッツ2コントローラー。ブリッツ2にはカラーがブルーのものとカラーがグレーで TMR スティックが搭載されたものの2つのモデルがありますが、今回はTMR スティック搭載のこちらのモデルをレビューしていきたいと思います。外箱はこんな感じです。まずは取扱説明書類ですね。説明書は日本語でも記載されています。こちらがブリッツ2コントローラーです。こちらは USB レシーバー。この箱の中には USB Type-A to C ケーブルが入っています。その下には高さの違うスティックキャップが2種類。こちらは十字キーの交換キャップです。内容物はこんな感じです。ブリッツ2のサイズは横幅約 15.3 センチ、縦幅約11センチ、厚さ約 5.5 センチ、重さは約 243g です。同じビッグビッグオンのレインボー 2SE と比べてみるとこんな感じです。ブリッツ2の外観はこんな感じです。ボタン配置はレインボー 2SE とほぼ同じですが、ファンクションボタンの位置が違うのと、ブリッツ2はグリップのラバーが前面にも搭載されていますね。また、ブリッツ2の方がグリップの広がりがなくてコンパクトに見えます。APXY ボタンはマウスのような押し心地のメカニカルボタン。このカチカチの押し心地は最高ですね。めちゃくちゃ操作しやすいです。ボタンサイズは約 10.5mm。レインボー 2SE のボタンと比べてみると、ボタンの幅がブリッツ2の方が広いですね。また、ブリッツ2は少しマット。レインボー 2SE はつるっとしたボタンです。スティックは TMR 電磁スティック。精度が高く長寿命のスティックです。直径は約 17mm。押し込みボタンも硬すぎず押しやすいです。高さの違う交換用スティックが搭載されていて、簡単に交換可能です。それぞれのスティックの高さと直径はこんな感じだよ。十字キーもメカニカルボタン。押し心地がめちゃくちゃ良くて操作しやすいです。十字キーも交換キャップが付属されていて、簡単に交換可能です。上部の外観はこんな感じ。上部のボタンもすべてメカニカルボタンになっています。押し心地最高。ちなみに LT、RT もマウスのような押し心地のメカニカルボタンのマイクロスイッチトリガー。トリガーストップの搭載はなし。ということは、レースゲームなどに最適なアナログトリガーには対応していないということです。ブリッツ2は FPS や TPS ゲーム用に最適なコントローラーですね。形状がプロコンとそっくりです。ちなみにレインボー 2SE はアナログトリガー搭載。トリガーストップで少し浅めの押し心地のトリガーに変更できます。FPS や TPS ゲームで使用したい方にはブリッツ2が断然使いやすいですね。真ん中の M3、M4 ボタンはお好きなボタンを割り当て可能です。背面の外観はこんな感じ。背面ボタンもメカニカルボタンになっています。比較的軽めの押し心地で
サイズも大きく、とても押しやすい位置にあるので、もしかするとちょっと誤爆しやすいかもしれないですね。グリップはこんな感じです。前も後ろもラバーのグリップで滑りにくく、めちゃくちゃ握り心地がいいです。グリップがキュッと細めですごく握りやすく感じます。レインボー 2SE もラバーグリップで握りやすいですが、ブリッツ2の方がグリップの横の広がりが少ないため、スティックやボタンに指が届きやすいです。ポーリングレートを計測してみました。有線接続のポーリングレートは、ほぼほぼ 2000Hz に近い数値です。USB ドングルでの無線接続は、こちらも 1800Hz 超えですね。ポーリングレートが 1000Hz のコントローラーは多くなってきましたが、その約2倍、2000Hz というのはすごいです。しかも有線接続だけではなく無線接続まで。ポーリングレートは1秒間に操作情報を送信する回数なので、2000Hz ということは1秒間に約2000回の操作情報を送信しているということになります。ブリッツ2のポーリングレートは現時点では間違いなく最強ですね。ブリッツ2の対応機器は Nintendo Switch、Windows、Android、iOS。接続方法は有線接続、Bluetooth 接続、付属の USB ドングルを使用しての 2.4GHz 帯の低遅延の無線接続です。1000mAh のバッテリーが搭載。約 1.5 時間の充電で約15時間の使用が可能です。ブリッツ2は前面のこのボタンで連写やマッピングやマクロの設定やプロファイルの切り替え、ファンクションボタンを使用してスティックのデッドゾーンや音量調整などができますが、アプリや PC ソフトウェアでより詳細なカスタマイズをすることができます。モーションではスティックをジャイロのような操作で動かすことができる設定。スティックではスティックのデッドゾーンや曲線の設定。ボタンではボタンのマッピングやボタンの無効化、連写の設定もできます。その他では振動の調整ができますね。あとはマクロの設定、接続モードやポーリングレートの設定などなど様々なカスタマイズができます。一番下ではファームウェアのアップデートができますね。そしてブリッジ2をカスタマイズする上での最大のポイントは、スティック設定のセンターゲインポイント。ここではスティックの中心点を限りなく0に設定することができます。ここに現在の左スティックの中心点の位置が表示されてますね。今はだいたいマイナス213とマイナス160あたりの位置にあるということになります。これをより中心の0に近づけるには、横にある十字キーを動かすと、数値が減りましたね。X 軸と Y 軸が0に近くなるように調整すると、このように中心点がほぼ0になりました。ちなみにゲームパッドテスターで見るとこんな感じ。まだ設定していない右スティックとは全然違います。右スティックも設定してみると、こんなに0に近い数値にすることができました。ブレが均一になることで操作の精度が向上。これはすごい機能ですね。スイッチに接続してゲームをプレイしてみました。まずプレイしてみた第一印象。メカニカルボタンがめちゃくちゃ操作しやすい。あと上部の LT、RT のマイクロスイッチトリガーの形状がプロコンやジョイコンとほとんど同じような形状なので違和感なく操作できました。これはスイッチでの使用に向いてますね。スイッチでのスティック感度はこんな感じ。スティックのデッドゾーンは0に設定しています。問題なさそうですね。
しっかり反応しています。ほんの少しの傾きにもちゃんと反応しますね。デッドゾーンはしっかりゼロになっているようです。ジャイロが重要なスプラトゥーン3をプレイしていますが、プレイ中にジャイロ感度に違和感を感じることはなかったですね。ジャイロ感度を調べてみるとこんな感じ。いいですね。手の動き通りに反応しています。特に気になる遅延や動きの重たい感じはなさそうです。コンパクトなグリップで握りやすい形状。プロコンやジョイコンと同じような形状のマイクロスイッチトリガー。ジャイロ感度に違和感なし。表面のボタンは押し心地最高のメカニカルボタン。文句なしで使いやすいコントローラーです。ジャイロが重要なゲームにもおすすめできますね。次はパソコンに接続してゲームをプレイしてみました。フォートナイトではブリッツ2のモーションの設定をオンにしてプレイしてみました。モーションをオンにするとコントローラーを傾けるだけでスティックを操作することができ、ジャイロのような操作感でプレイすることができます。武器チェーンでもコントローラーの傾きに合わせて動いてしまうので、ちょっと慣れが必要ですが、パソコンでもジャイロが使用したい方には便利な機能です。ブリッツ2はとにかくめちゃくちゃ操作しやすいの一言ですね。FPS、TPS ゲームにはこのマイクロスイッチトリガーがありがたすぎます。スティックを激しく動かすことが多いので、長寿命の TMR スティックは嬉しいポイントですね。あとは自分好みに細かくカスタマイズできるのはもちろん、スティックの中心点の位置を自分で設定できるのがすごすぎる。グリップは細めでコントローラーをしっかり握れるので、スティックやボタンに指が届きやすくとても操作しやすいです。FPS、TPS ゲームが大好きな方にぜひ使ってみてほしいコントローラーですね。今回はビッグビッグオンのブリッツ2をレビューしました。私が感じたブリッツ2のいいところは、長寿命の TMR スティック搭載。有線、無線、両方ともポーリングレート 2000Hz。メカニカルボタンの押し心地が最高。マイクロスイッチトリガーが搭載。スティックの中心点を自由に調整可能。コンパクトなグリップで操作しやすい形状というところですね。少し残念な点が特に見当たらなかったですね。強いて言うなら、ブリッツ2はレースゲームで遊ぶ方には不向きなコントローラーというところだけですね。FPS、TPS ゲームで遊ぶ方には現時点で一番おすすめできるコントローラーだと思います。今回の動画は以上です。この動画が参考になった方はチャンネル登録と X のフォローもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。